にちは。伊豆の暮らし、犬との暮らしのひろこです。最近の私は整えるっていうことを意識して暮らしています。整えるっていうのは分かりやすく言えば、引っ越しの後の片付けであったりとか、部屋の掃除や片付けといった物理的な整理整頓もあるんですけれど、それよりももっと精神的な面に目を向けています。心を整えたり、気持ちを整えるといった具合に、やっぱり心が乱れていると余計な感情が生まれたりとか、気にしなくて良いことに気がいってしまったりとか、特に体調が悪いわけではないのに、なんだか気分がすっきりしないななんてこともあったりして、心が整っていないとどれだけやる気があってもうまくことが運ばないなと、そんなことに気づくタイミングがありました。私は割と人に迷惑をかけないようにしようとか、嫌な気持ちを与えないようにしようとか、嫌われないようにしようとか、こうしたらどう思われるだろうかとか、そんな風に考えることに時間をかけがちでした。でもそれって大体の場合に取り越し苦労だったり、あるいは自分が思っているほど他人は自分のことなんて気にしちゃいないんだと、だんだん分かってくるわけなんですね。それに周りのことを気にしすぎると、結局他人軸で生きてることになってしまって、それは違うなって思ったんです。大事なのは自分自身がどう思っているのか、何を大切にしたいのか、どう生きていきたいのかですもんね。それで他者へ向きがちだった意識を自分の内側に向けるように意識するようにしたら、ちょっと見え方や考え方も変わってきました。心が整ってくると余計な情報も遮断されるようになってくるから、この情報過多の時代にこそ必要な意識だと思うんです。摂取する情報の取捨選択は今を生きる人すべてに必要なスキルでもある気がしています。そういう自分の整え方っていうのに向き合っているんですね、今。で、そうすると気持ちがすごく穏やかになってきて、このタイミングでやりたいと思っていたことに着手しました。それはフォートゥーカフェがオープンした日に
仲良しのお友達が作って持ってきてくれたプレゼントなんですけど、そのプレゼントはフックがついた棚で私の好きな色が塗られてあって、最高に可愛いプレゼントだったんですが、その棚をね、壁にかける必要があったんですが、割と大きかったのでひょいっとかけられる感じじゃなくって、どっちかっていうとよしやるぞっていう感じでドリル使ってネジをはめて壁にかけるっていう、そういう作業が必要だったから、時間ができた時にやろうって、その時は 2,3 日ぐらいでやろうかなって思ってはいたんですけれども、なんだか慌ただしい日々が続いていたから、すぐにはできなくて、でもよくよく考えたらなんだか気持ちが落ち着かないから、こんな時にあの大切なプレゼントを壁にかけたりするのはなんだか嫌だなと思ったので、気持ちが十分リラックスできた時につけようと思ってしばらく置いておいたんです。ようやく気持ちが落ち着いてきて、気持ちが整ってきて、あの棚を壁につけるのは今だなと思って、先日晴れてカフェの一番目につく場所、お客さんが入ってくるその場所に、絶対に目に入る場所に取り付けました。自分の内なる気持ちや心と向き合うのにすごくぴったりだなと思うのがジャーナリングなんですよね。ジャーナリングっていう言葉を初めて聞いたのはおそらく今から5年ぐらい前だったんですけれど、その時はあまりピンとこなくてやろうっていう気がなかったんですが、この 1,2 年ぐらいですごくジャーナリングをやってる人とか、ジャーナリングっていう言葉を目にする機会が増えて、いつか私もやろうって思っていたんですが、そのいつかがこの数日に訪れました。結構型からきっちり入りたがりの私なんですけど、このジャーナリングに関してはラフでやっていこうと思ったので、家にあるノートを引っ張り出してきて、そこにスラスラって書けるペンを使って今引っかかってることとか解決したいこととか書き出して、なんでそういう気持ちになったんだろうとか、じゃあどうしたらより良い方向になるだろうとか、そういうのを自分に問いを向けてひたすら思うままに書くんですね。
でそうすると不思議と気持ちが落ち着いてくるし、ベストな方向が見えてくるんですよね。心の整理になるし、ジャーナリングを通して自分を整えている感じがすごく心地がいいので、習慣化しようと思って今は朝起きた時にやるようにしています。ほんの一行でもいいから自分が今思っていること、ちょっともやっとすることとか、どうしようかななんて思っていることをノートに吐き出す感じ。一行でもいいからとにかく続けてみようと思っています。ジャーナリングを始めてまだ数日なんですけれども、ネガティブな気持ちがたとえちょっとあったとしてもすぐにフラットになってくるんですね。ジャーナリングしたら心が整うって分かってるから、なんかね、安定剤みたいな感じになってきています。整えるっていうとなんだかすごく完璧であったりとか、全部が揃ってなきゃいけないとか、人に見せられるような状態でないといけないとか、そういうふうに思いがちなんですけれども、実際はそうじゃなくて、中途半端でもいいから進んでいく過程を楽しむ。それ自体が整えるっていうことでいいんじゃないかなっていうふうに今は思っています。基本的に私はすごく弱い人間なので、弱いからこそこう周りに左右されたりとか、周りを見てしまったりとかしがちなんですけど、でもそれって他人の人生を生きてるみたいな感じになっちゃうから、そうじゃなくて自分の人生を生きるために自分の気持ち、自分の心に目を向けて、これからは暮らしていきたいななんて考えています。だって自分の人生は自分自身が主役だから、自分を大切にして生きていかないといけないですよね。今日も見て聞いてくださって本当にありがとうございます。また次の V キャストでお会いしましょう。